いつもより早く起きて自分が起きるところを撮影するという余裕は全くありませんでした。モーニングルーティンをとっていこうと思います。夏の風物詩と化した子どもたちのひどい寝相姿を横目に私はそっと起きます。我が家は3階建てのいわゆる狭小住宅です。寝室が3階にあるので、リビングに向かって降りていっているところからスタートです。3階建てのお家ってどんな風に朝の家事やってるんだろうって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかなと思って撮影をしてみました。それにしても髪の毛すごいボンバーですね。まずは2階に降りてきて、リビングのベランダの大きな窓のカーテンと窓を開けて明かりと空気を取り込みます。2階にリビングがあると人目とか車通りを気にしなくていいのはとてもいいなと思うところです。日当たりも比較的いいかな。普段はスマホを持ち歩いて家事はしないんですけど、この日はちょっと階段の上り下りで朝の時間だけでどれだけ歩数いったのか気になったのでつけてみることにしました。この日は子どもたち2人は学童に行くのでお弁当持参です。ご飯をしっかり冷ましたいので、キンキンの保冷剤の上でご飯を先に盛って冷ましておきます。お弁当がない日はこの作業を飛ばしていきなり1階まで降りることの方が多いかなと思います。1階に降りてきたら洗濯をやっつけていきます。洗濯機はアクアのドラム式の洗濯機を使っていて、夜の間にセットしたものが乾いて出てくるという魔法の箱です。この洗濯機のおかげで本当に朝の家事が楽になりました。3階建てに暮らすお家、結構洗濯物の干す場所問題とかあると思うんですけど、それが結構軽減されてかなり助かっております。本当に買ってよかった家電の一つです。なるべく1階にいるうちに1階でやることは済ませておきたいので、コンタクトに変えたり洗顔をしたりということをある程度終わらしていきます。洗顔するとだいたいびしょびしょになるんですよね。私だけですか？もうこんな似せてくるなって話なんですけど、だいたい朝にも洗濯機を1回回します。これは乾燥機までいかずに干すものをだいたい回すことが多いです。時間があればメイクも終わらせたりもするんですけど、メイクする時間なかったので2階に上がってきました。お弁当はあれこれ工夫するのをやめて、いつも通り同じようなものを詰めています。食材の品目とか考えると本当に給食のありがたみを実感しますよね。もちろん朝ごはんはお弁当のおかずの残りを食べます。お弁当はいつもこうやって写真に残してなんとなく記録はしています。幼稚園の時からなんとなく続けている習慣です。この日は前日の夜ご飯の残りでドリアっぽいものもあったので、それも一緒に用意しました。用意ができたら子どもたちを起こしに行きます。残り物に飽きれば飽きるほどチーズの量を増やしていけばなんとか食べてくれる説あ
りますよね。お弁当に入れるゼリーとふりかけはセルフで選んでもらってます。コーヒーないと頭が痛くなるタイプなのでアイスコーヒーいただきます。朝ごはんは私の方が子どもたちより先に食べ終わることの方が多いので、子どもたちがまだ食べている間に3階へ行って布団の片付けをしていきます。夏は簡単ですよね。布団が少ないからさささーっとクローゼットに押し込んで、我が家はマットレスなので軽く畳んで立てかけておくだけです。子どもたちはまだ朝ごはんを食べていたので1階まで降りてきました。ちょっとここで今の歩数が気になったので確認してみます。561歩でした。これ多いんですかね、少ないのかちょっとよくわかんないですけど。お弁当包みは1枚ずつしか持ってないので、乾燥機から出したやつをそのまま使います。やり方を説明するよ。繰り返したら合間に学童の連絡帳をチェックします。結局一つ一つの家事を全部毎回終わらせるってことができず、ちょっとずつやれることを細切れにやっていくことが多いですよね。出発時間のアラームが鳴ったので、子どもたちと一緒に1階に降りてできることをやります。この日はメイクが手つかずだったので、日焼け止めだけでもと思って急いでおります。準備できたら行くよで、こんなに準備全然できてないおかんに言われても説得力ないですね。とはいえこの間、子どもたちはすぐ横の部屋でランドセルを背負ったり靴下を履いたり、最終的な身支度を整えているっていう感じですね。それをチラチラ見ながらできるところまでやっちゃうって感じです。で、ここでようやく見送りが完了。ここから自分のペースで終わってないことを片付けていきます。はい、メイク完了。はい、1階にいるついでに洗濯機も終わってたので、先ほど回した分ですね、これを干していこうと思います。この今映ってるラックは洗濯機のすぐ横の壁につけたんですけど、とても動線が良くて気に入ってます。おすすめのラックです。 IKEA の有効ボードです。狭いのでこのドアのところに微妙なバランスでかけながら一旦干す作業をしていきます。そしてこれを上に持っていこうと思います。やっぱり動線的にはそのまま浴室乾燥にぶち込めるのが一番なんですけど、お金もかかるので電気代が、こういう2階に室内用の物干しのワイヤーネットっていうんですか、ワイヤーハンガー掛けをつけました。なんかこの夏は急な雨が多かったので、ずっとここに干してることが多かったですね。観葉植物の葉っぱたちに水をあげておりますと、今ハエ叩きましたね。ちょっと小バエがどうしても出るのが夏場の悩みです。
出かける時間が迫ってる時などはさっきみたいにアレクサにタイマーをセットしてもらってひたすら無心で洗い物を進めていきます。できればね、洗い物は終わらせてから子供たちを見送りたいんですけどね、仕方ない、食洗機様にお願いしていってらっしゃい。おりあと5分あるとはいえゴロゴロするほどの時間ではないので、珍しく掃除をしてから出かけることにしました。パートが休みの日よりもパートに行く前の方がテキパキ動けるのって不思議ですよね。必要なものをバッグに詰めたらもうそろそろ出発の時間です。後半結構余裕あったはずなのに、家出る直前ってなんでこう急ぎ足になっちゃうんでしょうね。なんかバタバタしちゃう。さあ行ってきます。おっと、段ボール捨ててから行こう、ね、ではそれでは行ってきます。車に乗ってすぐ歩数計を確認したら1048歩でした。皆さんは朝の家事の間だいたい何歩ぐらいになりますか？もし分かれば教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。